じゃあね、次この ND フィルターをつけました。どうも皆さんこんにちは。今日もまた自由研究みたいな話なんですけど、日中シンクロのテストをやってみました。以前ストリート写真を撮るときに、それらしき撮影方法で撮ったことはあったんですけど、今回みたいに真っ昼間に三脚を置いて ND フィルターを使ってっていうのはね、初めてでした。私近々モデルさんに入ってもらうポートレート撮影の予定があるんですよ。それもね、動画にする予定なのでよかったら見てください。でそれどんなタイプの撮影にするかまだ決まってはいないんですけど、プランを考えている中でストロボを使うのか使わないのかとか、日中シンクロはどうかなってちょっと思って、そしたら日中シンクロに関する疑問が出てきたんですよ。なので今日はその疑問を解決しようと思ってテストしてみました。その疑問は何かっていうと、 ND フィルターを使って露出調整した場合と、ストロボ機能のハイスピードシンクロで露出調整した場合と写りにどんな差が出るのかなっていうことです。モデルさんを撮るっていう前提なので ND フィルターをつけたり、設定とかでね、いちいち相手を待たせるのも悪いなと思って、それならハイスピードシンクロを使ったらどうなんだろうって思ったのがこの疑問が生まれたきっかけでした。ただハイスピードシンクロを使うとストロボが傷むって言うじゃないですか。なので正直ハイスピードシンクロあんまり使いたくないなっていうことで、選択肢としては、日中シンクロをやるなら ND フィルターを使うことになると思うんですけど、写りにどんな違いがあるのか知っておくのもいいかもしれないなって思ってこのテストをしてみようと思いました。正直このテストに興味がある人多いと思わないんですけど、せっかくテストするので興味ある方の参考資料にしてもらえたらなと思います。今日使うストロボと ND フィルターを紹介しておきます。ストロボが 5DOX の AD100 Pro です。コマンダーは 5DOX-X Pro です。それから ND フィルターが前回の動画で使ったものと同じ H&Y の可変 ND です。このフィルター面白い特徴があるフィルターなんですけど、前回の動画の中でその特徴について話しているので、興味がある方そちらを見ていただけたらと思います。一応この可変 ND フィルターのクオリティいいって言われてるんですけど、実際のところどうなんでしょうね。私もこれね、いいものだと思って使ってはいるんですけど、他の可変 ND と比較したわけではないので、これが特に優れているっていう確信があるわけではないです。ちょっと結果を見てもらって判断してもらえたらなと思います。で、カメラがソニー α7 III、レンズが 24mm105mmF4 です。使用する機材のリンクは概要欄に書いておきます。じゃあテストの様子ご覧ください。さて今日のセッティングはこんな感じです。昨日クリップオンストロボを持ってきて試したんですけど、ちょっとパワー足りないかなっていう感じだったので、今日はこっちのね AD100 Pro 持ってきてコマンダーで操作していこうと思います。そんなに大きなパワーの違いはないんですけど、本当あと少しっていうところだったので、この AD100 Pro でいけるかなどうかなっていう感じです。ちょっとねやっていきます。あとね、すごいもう暑いので傘さしてるんですけど、暗いかな、大丈夫かな。ちょっとね、じゃあやっていきます。今からハイスピードシンクロのテストをしていこうと思うんですけれども、最初にねストロボを使わずに撮った時の状況を撮っておこうと思います。で、カメラの設定なんですけど ISO200、F4 でシャッタースピードが8000分の1です。この機材が、ハイスピードシンクロ8000分の1までなんですよ。なのでね、ちょっと8000分の1にしました。なるべく背景がね暗く映るようにしたいなということで、やってあります。で ISO100 でやろうかなと思ったんですけど、ちょっとねさっきちょこちょこテストしてみたら、やっぱりこの AD100 Pro だとこの状況だと光量がね足りなかったんですよ。なので ISO200 にしてあります。じゃあね、次ストロボ使っていきます。で、今ストロボの光量なんですけど2分の1にしてあります。
じゃあシャッターをします。なんかね、背景もう少し暗くしたいなっていうのがあるんですけど、このシャッタースピード8000分の1ということで、こうなっちゃうのかな。ちょっとレフ板の位置もうちょっと下げようかな。どう？こっちから行ったらこっち行かないか。これも下げなきゃいけないか。これもちょっと下げる。これぐらい？ああ、こっちかな。ということでハイスピードシンクロのテストはここまでで、次 ND フィルターつけます。じゃあね、次この ND フィルターをつけました。ちょっと ND フィルター見せようかな。で今ね ND フィルターの濃度5のところに設定してあるんですけど、この5っていうのは ND32 っていうことになってます、このフィルターだと。でカメラの設定はシャッタースピード250分の 1F4 で、とりあえずねちょっと ISO100 でテストしてみます。じゃあ次 ISO200 にしてテストしてみます。ちょっとハイライトのとこ強いのかな、どうかな。なんかこの明るいとこで背面モニター結構ね見づらいんですよね。覗くのもこの角度見づらい。大体でっていうことで、ちょっとどれぐらいのバランスがいいのかなと思って今ちょっとやってみたら、ISO200 にするんであればストロボのパワー4分の1でいいので、こっちでやろうかな。 ISO200 パワー4分の1でこんな感じ。こんな感じかな。どうなんだろう、もうちょっと下げてもいいのかな。ギリギリちょっと見てみよう。これねヒストグラム的には多分これで大丈夫そうな感じなんですけど、ちょっとじゃあとりあえず、中途半端だけどこれぐらいな感じでテスト終了です。ちょっと補足がいくつかあるんですけど、まずね1つ目、こんな感じで短い動画にまとめてはみたんですけど、機材のセッティングとかカメラとかストロボの設定のテストとかやったりして、なんだかんだね1時間半ぐらいダラダラやってたので、その間に太陽の位置が変わってたり、雲がある写真ない写真とかがあったり、あとねちょっと三脚に軽くぶつかっちゃって三脚の位置がね微妙にずれてたりとかで、安定感のないサンプル写真になっちゃってるんですけど、緩い感じで見てもらえたらなと思います。で2つ目の補足、これがね ND フィルターを使った時に起こっている蹴られについてです。このフィルター、レンズとの接続部分の枠が伸び縮みする仕組みになっています。この伸び縮みする仕組みのおかげで直径 67mm から 82mm までのフィルター系、これ1枚で対応させることができます。これ経済的でいいですよね。ただこの内側の接続部分が結構細かい繊細な作りになっていて、ちょっとねこれ映像で見せられないぐらい細かいんですけど、接続部分の内側の材質がねシャープなんですよ。で万が一脱着の時に何かの拍子で変な角度ではめ込んでしまった場合、レンズ側のネジ山にダメージを与えちゃうんじゃないかなって、そんなことを想像しちゃって、それが心配でレンズに直付けする勇気がないです。というわけでレンズ保護フィルターをつけた上にこの ND フィルターをつけたので厚みが出て蹴られてます。
私的にはこれぐらいなら Photoshop で簡単に消せるので、許容範囲と思ってますけど、気になる方は気になるかもしれないですね。でもう一つ、この毛られに関連する話なんですけど、今回毛られが右上が少なくて左上が分量多いみたいになっちゃってて、もしかしたら私今回フィルターをはめ込む時に変な角度でつけちゃってたのかもしれないです。前日テストした時点では四隅ね均等に蹴られてたので、おそらくこれねちょっとずれちゃってましたね。あと一つ、ハイスピードシンクロの写真にフリッカー現象出ちゃってます。拡大して写真見ると見えるんですけど、ポーチに細かいしましまのラインが入ってますよね。これの対処方法とか詳しいことはソニーのサイトに書いてあるので、気になる方はそちらを見てください。あとフリッカーハイスピードシンクロで検索すると情報出てきます。前日にも同じ撮影してたのに、これねすっかり見落としてました。じゃあちょっと撮ったものを見ていきます。これ最初のハイスピードシンクロの写真です。これね、なんか条件ガチガチであんまり自由な設定ができなかったんですよ。私のプランとしては背景をだいぶ暗くしてメインの被写体、今回これね布ポーチなんですけど、これと背景の明るさに差をつけてザ・日中シンクロっていう雰囲気を作りたかったんですよ。で最初 ISO100 でシャッタースピードを8000分の1でやってみたんですけど、それをするとストロボの方がパワーが十分じゃなくて、前にある被写体のポーチとうまいことねバランスが取れなかったんですよ。ストロボの発光量は2分の1に設定しました。これもフル発光で使うとストロボが傷むっていうことで、フル発光は使いたくなくてマックス2分の1までにしておきたいなっていうか、本当はね余裕を見て4分の1ぐらいまでにしておきたいと思ってたぐらいだったんですけど、4分の1じゃ話にならなかったので2分の1にしました。そんな感じで条件がんじがらめで撮った割には背景は私が欲しかった暗さになってないです。あとポーチの明るさももう少し明るくしたかったので、レフ板をもう少し近くに寄せてみようって近づけたんですけど、今度はストロボとかレフ板がフレーム内に映り込むっていうね、もう八方塞がりっていう感じでなかなか難しかったです。で次 ND フィルターを使った写真です。これは ISO100 で ND32 ぐらいのものです。この雰囲気が一番撮る前にね、私がこんな感じにしたいなと思っていた露出のバランスに近いです。昼間なのに空が暗くて手前の被写体には十分な光があるっていうこの独特な雰囲気、こういうのをイメージしてました。ただこれだとさっき撮ったハイスピードシンクロのサンプル写真と雰囲気がかけ離れちゃって見比べても面白くないなっていうことで、さっきのハイスピードシンクロの写真に似せた感じの雰囲気を作れないかなと思って撮り直したのが最後の写真でした。撮ってる時は似せたつもりでいたんですけど、こうやって見比べてみると似ても似つかぬっていうかね、全く別物な感じになってますね。今見てもらった写真全部編集してない取って出しです。で今回の自由研究のまとめっていうのかな、感想なんですけど、まず第一に日中シンクロの撮影自体がすごく楽しかったです。この一見合成写真みたいに見えるこの感じが面白いっていうのと、この撮影方法ね、なんかこう露出を全部自分でコントロールしてますみたいな職人会みたいなのが楽しくて、これねハマりそうな感じです。であとは今回のテストで思ったのは、あんまり使いたくないハイスピードシンクロを無理に使うよりも ND フィルターでやった方が設定に幅を持たせることもできるし、こっちの方がね楽しいかなっていうふうに思いました。それからハイスピードシンクロはね、今後あんまり使う機会ないような気がするんですけど、もし使うのであればフリッカーが出ないように設定するのを忘れないようにしなきゃなっていうところです。あとね、設定の自由度を増すためにもっと強いパワーのストロボが欲しくなっちゃいました。で今度のポートレート撮影でこのタイプの日中シンクロをやるのかっていうところなんですけど、多分ねやらないですね。なんかやるならもっとパワーの大きいストロボを買ってからにしようかなって思いました。ということで今日は以上です。また次回お会いしましょう。さよなら。